こんにちは。今日は方眼編みをアレンジした編み方でとても可愛くて爽やかな模様のバッグを作っていきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト、 40g で40メートル、使用かぎ針の目安は8号。この糸はこんな感じで太くてしっかりとしています。綿 100% で太さは 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。針は8号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。まず楕円形の底を作っていきます。鎖編みからスタートします。この鎖の数はどんな数でも大丈夫です。作りたい底の広さよりも少しだけ短く作っていきます。鎖編みをしていきます。この鎖編みは少しだけゆったりと編んでいきます。このまま必要な長さまで編んでいきます。鎖を36編んできました。これで長さは26センチ。私はこれぐらいの長さにします。最後に出来上がりのサイズを紹介するので、それを見てもらって好みの長さにします。もっと短くしても大きくしても大丈夫です。楕円形の底にするので、この鎖がこの鎖の両端に細編みを3つ、こっちにも3つ、これで楕円形の形にします。で、3つあるうちの真ん中からスタートします。ここからスタートしてくるっと編んで、最後にもう一つ、これが1周目。まず細編みでスタートします。細編みを編むので、鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをした方がきれいに出来上がります。針から1、2、細編み、これが1つ目の細編み。1つ目の細編みにマーカーをつけておきます。同じところにもう一つ細編み、これで1つに2つ、この部分になります。あとは1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。次の細編み、このまま一つに一つの細編みをしていきます。ここでまた3つ編んでいきます。ここまで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の鎖。最後の鎖に細編み3つ。まず1つ目、1つ目の細編み、
同じところに2つ目を編むときに、この糸端を向こうに寄せます。この長い糸の下を通って向こう側で、このまま2つ目、次は3つ目、同じところ。3つ目を編むときに、この糸端を手前に寄せます。この長い糸の下を通って手前で、3つ目。こうすると結び目が横に倒れるのできれいに出来上がります。これで1つに3つ、次から1つに1つずつ、まずここ3つ入れた隣、残っていた糸端は編みくるんでいきます。このまま1つに1つずつ、ここまで編んでいきます。1周編んでスタートしたところまで来ました。最初の細編み2つ入れたところ、これが最後の鎖。ここにもう一つ細編みをします。こっちで見ると1周編んで、最後にもう一つ端の鎖にもう一つ細編みをします。ここに最後の細編み、これで端の鎖に細編み3つ、楕円形ができます。引き抜きます。これが最初の細編み、2本の糸の下、これでつながりました。で、今引き抜いた糸、この糸は細編みではなくて引き抜いた糸、他の糸とは違うので、この引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。ここにマーカーをつけておくと後で便利です。で、これで1周目が終わりました。次は2周目。2周目を編むときには、この1つに3つ入れたところ、このそれぞれに2つ、こっちも同じ楕円形にします。で、ここからスタートします。この3つあるうちの真ん中、糸が出ています。鎖1つ、根元に細編み2つ、1、同じところに2つ目、これで1つに2つで、後で分かりやすいようにマーカー、次も2つ、これで2つ2つ、あとは1つずつ。このまま反対側まで
こでまた1つに2つ編んでいきます。この端の鎖に3つあります。このそれぞれに2つ2つ2つと編んで1周します。ここまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。今引き抜いた糸につけたマーカーの1つ手前、これが最後の細編み。最後の細編みに細編み2つ、1、2、引き抜いた糸につけたマーカーは外して1つ目の細編みに引き抜きます。これで楕円形ができました。もう一周編みたいので、またこの引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。これでここに細編み6個、こっちも6個。最初に細編み3つ、次に6個、こっちも6個になっています。で3周目はこの V 細編み2つ、このどちらかを2つにします。こっちを1つにしてもう一方を2つとか、もう一方を V にしてもう一つを1つとか、どちらかを2つにします。こっちも同じ。2つあるうちのどちらかを2つ1つ、次も2つ1つ、次を1つ2つとか、この範囲で細編みを3つ増やします。こっちも同じ。最後の細編み2つを2つ1つとか、この範囲で細編みを3つ増やします。でカーブを作って楕円形にします。こちら側にはこの端に細編み6個、1,2,3,4,5,6、この範囲に細編み3つ増やします。こっちも同じ。ここには細編み1,2,3,4、この範囲に細編み2個増やします。でぐるっと編んで、最後はこの2つに細編み1つ増やします。どちらかを2つにします。でここをカーブを作ります。3周目を編んでいきます。まず鎖1つ、根元に細編み、私はここを1つ、次を2つにしようかと思います。この位置はどちらでも大丈夫です。次も2つか1つ、見た目が良くなる方で選択していきます。2つ、これで細編みが2つ増えました。次から1つずつまっすぐ編んでいきます。このままこちら側で細編み3つ増やします。ぐるっと編んでここまで戻ってきます。3周目の終わりまで来ました。今引き抜いた糸につけたマーカーの2つ手前、ここのどちらかを2つにします。私はここを2つにしようかと思います。
次は1つで、これは引き抜いた糸につけたマーカーなので外して、1つ目の細編みにつけたマーカー、これで3周目が終わりました。この状態で長さは30センチぐらいで、私はこれぐらいで終わるんですが、もう少しこの幅を広くしたい時にはあと何周か編んでいきます。その時にもこの範囲で細編み3つ増やします。この範囲でも3つ増やして、毎週細編み6個増やして楕円形の底にします。私はこれぐらいにします。ちなみに幅は 4.5 センチぐらい。私は今回少し細めにします。次は側面の模様編み。鎖3つ。1、2、3でマーカーをつけておきます。で、この根元の一つ手前戻って最後の細編み、ここに長編みをします。きつくなりすぎないように編んでいきます。そうするとこの鎖3つと長編みが X の形になります。側面の1周目はずっとこれで編んでいきます。また足元1つ飛ばして2つ目長編み、次は1つ戻って長編み、伸ばして長編み、こんな模様で編んでいきます。また足元1つ飛ばして2つ目戻ってこれを繰り返していきます。これで1周します。側面の1周目を編んできました。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、2本の糸の下は1本、この位置に針を入れて引き抜きます。これでつながりました。次は2周目。2周目はこの真ん中からスタートします。なのでこのまま真ん中糸を出して引き抜いて、これで真ん中から糸が出ました。ここから鎖4つ、1、2、3、4で、次のこの真ん中、ここに長編み、長編み、こんな感じになります。
次も四角を作っていきます。鎖1つで真ん中、四角ができました。鎖1つ真ん中、これを繰り返して一周します。こんな感じで一周します。四角で一周してきました。最後も四角にします。鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、上が2本で下が1本、ここに引き抜いて最後も四角になりました。次はまたこの模様、鎖3つ、1、2、3、3つ目にマーカーで1つ戻ります。このまま戻って長編み、四角の中、きつくならないように長編み、これで鎖3つと長編み1つ。次はここ、長編みの上、四角の中、これで長編み。次からも同じ長編みの上、四角、これで一周します。で、最後はさっきと同じ鎖の下から3つ目に引き抜いて、また真ん中から長編みをします。鎖4つ長編み、鎖1つ長編み、四角を作っていきます。次またこの長編み2つ、これを交互に繰り返していきます。これでしばらく編んでいきます。側面を20センチ編んできました。そこから測ると22センチ。この模様を数えると1、2、3、4、5、6、7、8。最後はこの X で終わっています。私はこれぐらいにして、あと2段編んでいきます。この四角とこの X、この分だけ増やして編んでいきます。なので全部で25センチぐらいになります。最後の四角を編んでいきます。最後の四角は少しだけ数を減らして編んでいきます。今までと同じように四角を作っていきます。鎖4つ、次に長編み、また四角、これで四角が2つ。次は三角を作ります。鎖1つを編まないでこのまま長編み、
これで三角、四角2つと三角、次また四角を作っていきます。鎖1つ、でこれからは四角を4つにします。これで四角4つ、次は三角、鎖1つを編まないで三角、これで三角、四角4つで三角、また四角4つ、1、2、3、4、次は三角、次また四角、これを繰り返して一周します。四角編んで一周してきました。この三角は適当に配置します。私は最後を三角と四角にします。鎖1つ編んで、最初の鎖の下から3つ目、これで最後が三角と四角、次はこの X を編んでいきます。鎖3つ、マーカー戻って四角にも長編み、次も同じ長編みの上戻って四角、これで X が2つ、次は足元を見ると三角と四角、ここではまずここに長編み、次は戻ってこの四角の中、ここに長編みを編んで少し大きめの X にします。次から普通にこことここ、四角、でまた次は足元三角と四角、ここではまたこの三角に長編み、こことここ少し大きめの X にします。こんな感じで編んでいきます。また四角にはこことここ、次は三角と四角、こことここに長編み、
次またこことここ、これを繰り返して1周します。1周編んできました。最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。最後に細編みで1周します。鎖1つ、根元に細編み、次はこの長編みの上、次はここ、一つに一つの細編みをしていきます。このまま一つに一つの細編みで一周します。細編みで一周編んできました。最初の細編みに引き抜きます。これが最初の細編み、引き抜いてつながりました。次はハンドルを作る位置にマーカーをつけます。まず底を見て整えて、大体の脇の位置にマーカーをつけます。こっちも同じで、細編みの数を数えて、こっちも数えて同じ数になるようにします。次にハンドルを作る位置にマーカーをつけます。私は中央を11センチ、脇を10センチにしました。こっちも同じ。具体的な細編みの数は、間が11、脇は10。これは好みのバランスで大丈夫です。で、糸が出ているところから続けて細編みをしていきます。脇につけたマーカーは必要なくなります。また細編みをしていきます。鎖一つと根元に細編み、次も細編み、これが1つ目の細編み、2つ目、3つ目、4つ目。今1つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編みをします。次は鎖を編んでいきます。まず1つ目、1つ目の鎖にマーカーをつけます。ここは後で小さくなって編みづらくなるので、マーカーをつけておくと便利です。2つ目、3つ目、4つ目、5つ目。このまま好みの長さになるまで編んでいきます。この鎖編みはあまりきつくならないように編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。鎖を43センチ編んできました。鎖の数は55。私はこれぐらいの長さにします。これは好みで長さを調節してください。最後の鎖にマーカーをつけます。ここも後で小さくなって編みづらくなるので、マーカーをつけておくと便利です。で、鎖がねじれていないか確かめます。2つ目のマーカーに細編みでつなぎます。つなぐときにはこっちが鎖、長い糸でマーカー、手前から向こう細編み、これでつながりました。
次から普通の細編み、一つに一つの普通の細編みをしていきます。このまま一つに一つの細編みで反対側まで、ここでも同じようにマーカーのところにも細編み、次から鎖で、またマーカーのところに細編みでつなぎます。で細編みを編んで、最初の細編みに引き抜いて鎖一つで、また細編み、一つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。鎖編みを2本編んできました。ここが最初の細編み、最初の細編みに引き抜いて鎖一つ、また細編みで一つ目のマーカーの手前まで来ました。今足元を見ると、鎖の出ている細編みの一つ手前、ここでは2つを1つにしてカーブを作ります。まずここ、鎖の出ている細編みの隣、ここから糸を出して、もう一つはこのマーカーをつけたところ、ここから糸を出して2つを1つにします。まずここ、もう一つはこのマーカーをつけた鎖、糸を出して一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつ細編み、次もこのまま一つに一つずつ鎖に細編みを編んでいきます。ここまで編んでいきます。反対側まで来ました。またここで2つを1つにしてカーブを作ります。まずこの最後の鎖、マーカーがついています。ここから糸を出して、もう一つはここから糸を出して2つを1つにします。この鎖の出ている細編みの両隣、まずこれは最後の鎖、糸を出して、次はこれを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつで、このまま細編みを続けて、反対側も同じように細編みをして、でこことここから糸を出して2つを1つにします。こことここで細編みをして、こっちもこのマーカーをつけた最後の鎖、ここから糸を出して、こっちはここから糸を出して一度に引き抜きます。でまた細編みをして、最初の細編みの手前まで編んでいきます。両方のストラップが出来上がりました。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。針で始末したいので、少し長めに糸を残して切ります。これが最後の細編みで、これが初めの細編み。
この隣に針を入れます。1つ目、2つ目、2つ目の手前から向こう、最後の細編みに戻ります。上から針を入れて裏に出して引き締めます。大きさを整えて、あとは裏でほどけないように隠します。これでつながりました。これで出来上がりました。とても可愛いバッグになりました。模様編みも可愛くなったと思います。ストラップは今回細めにしました。お好みでもう少し太くしても大丈夫です。この上の部分を少し狭めて作ったので、とても可愛い形になりました。サイズを測りました。上から下まで27センチ、横幅34センチ、ストラップは43センチ、重さは 210g、 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。